はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、今話題のタイミーをやってみた私の感想になります。私は今年2月、同居していた親父のがんを主な理由に、派遣の事務仕事を辞めました。詳しくは、こちらの動画をご覧ください。ではなぜ派遣退職後、私がタイミーをやってみようと思ったのか。理由は2つ。1つ目は、次の派遣の仕事がなかなか決まらず、私の手持ちのお金がどんどん減っていったからです。少し前には証券会社のコールセンターの仕事に応募したこともありましたが、まさかの働く条件が合わず断念したこともありました。ちなみに今となっては、この証券会社のコールセンターの仕事をしなくてよかったと思ってます。それはなぜか、少し前に起こった皆さんご存知の中国人による中国人のための証券口座の乗っ取り事件があったからです。多分あのテロ以降、各証券会社のコールセンターはしっちゃかめっちゃかだと思いますよ。俺の老後の生活費を返せって内容の電話が朝から晩まで鳴りやまない状態が続いていると思います。そんなね、クレームの電話対応一日中やってたら、こっちの頭がおかしくなりますよ。次に、私がタイミーをやってみようと思った理由の2つ目が、私が再び社会に復帰できるかどうか心配になったからです。今年2月に派遣の仕事を辞め、3ヶ月経った5月頃の私の生活といったら、こんな感じとなってました。午前中は大谷翔平のドジャースの試合をテレビで見て、午後は誰だと YouTube を見たりとか、車に乗って意味もなく出かけたりとか、または求人サイトで次の仕事を探したりとか、こんな生活を送ってました。親父の遺品整理が一段落し、そろそろ働こうかなと思った私は、以前お世話になった2つの派遣会社に対していくつか応募したりしましたが、派遣会社は全くの無反応。メールも電話もよこしゃしない。これには私は驚きました。これが世に言う51歳の壁なのかと不安になった私は、とりあえず頭と体のリハビリの意味を込めて、今話題のタイミーをやってみようかと思ったのでありました。この時の私はとにかく仕事も決まらず自信を失っていました。それなので、未経験者歓迎を歌った自分でもできそうな仕事をやってみることにしました。本当初めてエントリーするときはドキドキでしたね。良さそうな求人を見つけて、何回も仕事内容や応募条件を読み返して、そうやってるうちにだいたい他の人に応募されて終了みたいな。本当人気のある案件は掲載されてものの数分で決まったりします。実際私が5月にタイミーでやった仕事は5つの内容になります。フードデリバリー、宅配型スーパーの工場での商品ピックアップ、カー用品店でのタイヤ交換の補助、レンタカー屋さんでの洗車、あとは弁当のライン製造になります。この中で私にとって一つのチャレンジだったのが、弁当のライン製造の仕事になります。それはなぜかというと、私は基本トイレに行きたいと思った瞬間にトイレに行きたい人間なんですよ。世間が許しても私の暴行と肛門は許しません。皆さんご存知のように、弁当の製造工場といったら、手洗いから始まって帽子かぶってマスクして白衣の制服を着るという身体的な拘束が必要となる仕事です。だからその時は4時間の仕事ではありましたが、赤ちゃんの膀胱と肛門を持つ私にとっては一つの挑戦でした。当日はなんとかおしっこ数滴程度で乗り越えることができましたが、参ったのがベルトコンベヤー酔いですね。弁当の製造ラインはベルトコンベヤーに乗って流れてくる弁当の容器に
自分が担当する一つのおかずをただひたすら入れるだけの単純作業になります。最初の説明で社員さんが言ってましたが、たまにこのベルトコンベヤーを見ていて酔う人がいるんですって。だから作業場の扉の外にはゲロ袋が用意されてました。さらに言えば製造する弁当の種類によってこのベルトコンベヤーの速度も変えるんですよ。速かったり遅かったり、本当マックススピードの時は私はついていくのがやっとでかなりやばかったです。タイミーでの弁当のライン製造は私はこの1回だけで終了しました。私はお金は持っていませんが車は持っています。そして運転するのも好きです。だからフードデリバリーの仕事もチャレンジしてみました。私がやったこのフードデリバリーの仕事はある一つのお店だけの配達を行うものだったので、1回の走行時間はお店の周辺の数分程度でした。だから運転好きが楽しめる仕事では正直ありませんでした。また配達がない時は店内での清掃とかの雑務をしていました。私はこの仕事の初回の時にですね、カウンターにいる店員さんにタイミーさんこれ8番のお客様に持ってってと何の事前説明もなく頼まれた時は正直びっくりしました。まあ求人ページの説明欄には雑務ありとは書いてはありましたが、焦った私は自分が客だった時のことを思い出し、8番でお待ちのお客様お待たせしました、ハンバーガーセットですと雰囲気で商品を客の席まで運んだりしていました。内心偽物の店員なのにと思いながら、ちなみに通常タイミーで働いている間、本物のお店の店員さんが我々を名前で呼ぶことはまずありません。基本はタイミーさんです。タイミーには人としての名前は必要ないのです。だからたまに仕事終わると、あ、自分には大野という名前があったんだと気づかされることがあります。このお店のフードデリバリーの仕事は私は5回ほどやりましたが、一つ申し上げますと、デリバリーを利用する客のほとんどが置き配なんですよ。手渡しはほとんどなかったです。私が驚いたのが、配達先がオートロック式の建物で1階の玄関でインターホンを押すじゃないですか。でも相手ははいもう何も言わないの。ほとんどの連中がびっくりですね。だから繋がってるかどうか分かんないから、とりあえずこんにちはマクドウェルですって言うと、横のドアがウィーンって開くみたいな、はいくらい言ってもいいと思いませんか？先ほども申し上げましたが、私にとってこのフードデリバリーの仕事自体ははっきり言って面白くはなかったです。だってお店の近場をぐるぐる回っているだけだから、私にはフードデリバリーの仕事は向かないと思いました。ただ一つだけフードデリバリーの仕事で良かったのが、可愛い女の子に会えることもあるということですね。